最近カルティエのアンティークが盛り上がりを見せているんで、カルティエの時計の話をしようかと思って、じゃあタンクを紹介しようってなったんです。で、動画を作るにあたって調べたのね、いろいろ。そしたらね、タンクめちゃめちゃ欲しくなっちゃっていやー、もともと好きな時計だったんだけど、改めて整理してたら今まで気づかなかった魅力に気づいちゃって、ミイラ取りがミイラになるみたいなね。だから今回はタンクにまつわる基本的なことと、私が感じた魅力について語っていきたいと思います。で、まずはカルティエというブランドについての紹介です。王の宝石商、宝石商の王、以上いや、これはもうあまりにも有名なフレーズだし、カルティエ知らない人ほとんどいないと思うから、これだけではい。そしたら次にタンクの歴史とか基本的なことについて触れていきましょう。カルティエのタンクといえばブランドを代表するモデルで、カルティエの製品、時計だけじゃなくてアクセサリーも含めて最も有名なものではないかと。というか、もうそういう枠にとらわれない腕時計を代表するモデルといっても過言ではないって思っています。それくらいすんごい時計なんですってことをまずは言いたいのね。で、なんでそんなに有名なのか。理由の一つには間違いなく歴史の堆積っていうのがあると思うんだよね。タンクは1917年に誕生して1919年に商品化されたんで、すでに100年以上の歴史があるモデルなの。世界初の男性用腕時計って言われているサントスが1904年に誕生、商品化が1911年だから、タンクは同時期の腕時計黎明期から続いている歴史あるモデルの一つなのね。それでこのタンクという名前、まあ戦車なんだけど、この名前の通りタンクはルノー製の戦車をモチーフにしてデザインされたと言われています。この辺は諸説あるようなんだけど、一般的にはそういうことらしいです。確かにタンクのデザインって上から見た戦車そのまんまだよね。タンクが生まれたのが第一次世界大戦の時だから、そういう時代背景があるっていうのもこの時計に奥行きを感じる要素の一つかなって思います。タンクの歴史はこんな感じなんだけど、あとはタンクの種類のことをちょこっとだけ。さっきも言ったようにタンクの歴史って100年以上あって、その間めちゃくちゃいろんな種類のタンクが生まれては消えって感じだったの。そんな長い歴史の中で洗練されて今に残るモデル、現行のタンクっていうのがルイ・カルティエ、アメリカン、フランセーズ、マストの大きく4種類なのね。で、どのモデルもそれぞれ魅力があるんだけど、今回はタンクを代表するモデルっていうことで、主にルイ・カルティエに注目して進めていきたいと思います。マストも登場するんだけどね。それじゃあ次に今回の動画のメインとも言うべきタンクのデザインについて語っていきたいと思います。これ本当にいろいろ話したいことがあるからどんどんいきたいんだけど、さっきも出てきたけど、タンクは戦車をモチーフとしたデザインになっているのね。で、これが3代目当主のルイ・カルティエとシャルル・ジャコーによるものと言われているの。ルイ・カルティエはよくご存知っていう方なんだけど、恥ずかしながらシャルル・ジャコーって知らなくて調べてみたんだよね。そしたらこの方めっちゃ有名なデザイナーで、ジュエリーデザインのピカソとも言われているようなアールデコ様式の宝飾デザイナーを代表するような人だったんだよ。いやー、まずこれを聞いただけでなんとなくいいデザインに見えてくるよね最近は腕時計界のピカソがデザインしたモデルが席巻してるけど、ジュエリーデザインのピカソの方にも注目していきたいと思っちゃうよね。はい。それから話は変わりまして、世界初の男性用腕時計のサントス、これとタンクを絡めて話をしたいんだけど、サントスも同じくルイ・カルティエが手掛けたものなんですが、サントスからタンクへと続く流れ。どっちもベースは四角いフォルムなんだけど、サントスの方は飛行家のサントスのために作られただけあって、飛行機のビスをモチーフにしたデザインが入っていたりしてます。がしかしタンクにはそういった装飾的なところがそんなにはなくて、すごくスッキリとしたデザインになっているよね。このタンクのデザインをじっと見ていると、サントスをはじめとしたタンク以前の時計、そこにあったものを洗練していった結果がタンクのデザインなのかなと。ルイ・カルティエにとっての腕時計の理想形をタンクに見つけることができるのではないかと、私はそういうふうに想像しちゃいますね。で、それに関連してなんですけど、時代的にタンクが生まれた時っていうのは
ちょうどアールデコの最先端、アールデコの先駆けとよく言われてますね。アールデコの特徴といえば直線的で幾何学的なデザイン。装飾性は低くシンプルなデザインで、まさにタンクはアールデコを体現していると言えると思うんだけど、その中でも私はシンプルなデザインっていうところが一番のポイントだと思っているんです。散々言ってますが、タンクは誕生してから100年以上経っているわけですよ。どうしてこれほど長い間愛されているのか。理由の一つがこのシンプルなデザインっていうところにあると思うの。シンプルがゆえに流行り廃りに流されないタイムレスなデザイン。これですよ、長く愛される秘訣は。それからもう一つ、実は誕生当初のタンクってタンク類カルティエよりも正方形に近いフォルムで、ちょっとカクカクしたデザインだったのね。一方で現行の類カルティエは縦長の長方形になっていて、ケースも丸みを帯びているというのが特徴になってます。こうして比較してみると、一口にタンクといっても時代とともに変化があったんだけど、これないよね、長く愛される理由。パッと見でカルティエのタンクとわかるデザインでありながら変わっている。タンクの文法、傑作の DNA をしっかりと継承しつつ、上手に現代的にアップデートしている。これがカルティエのうまいところであり、すごいところだと思います。だからこそ100年以上も愛されるモデルになっているんだよね。こんなこと言うとあれかもしれないけど、どことは言わないけど余計なことをしてくれるブランドがあるじゃないですか。待望の復刻とか人気作のモデルチェンジとかたびたびありますけど、そのためにがっかりするみたいなことが。カルティエはそこをすごくうまくやっていると思うんだよ。タンクだけじゃなくてサントスを見てもそれはすごく感じますね。まあそんな理由があってタンクは腕時計を代表するモデルになっているんだけど、それと同時にですけど、多くの人に長く愛されるモデルってことは、個人っていう方に目を向けてみると長く使えるっていうことに他ならないのね。タイムレスなデザインってことは長く使っても古臭くならないのみならず、老若男女全ての人にバッチリハマる時計だと言ってもいいと思います。だから若い方が思い切って買ってそれをずっと使い続ける、あるいは子供にも受け継いでいくみたいなことができるんだよね。それってすっごく素敵やん。はい、ということなんですが、もうちょっとデザインについて話していきたいと思います。今度は私が好きなタンクの部分についてなんだけど、ベルトなのね。いや、ベルトっていうと語弊があるかもしれないけど、普通の時計ってケースがあってラグがあってでベルトがついているっていう構造でしょ。でもタンクはケースとラグが一直線で一体になっていて、そこにベルトがつくっていう構造になってるよね。いろいろと時計を見ていると、まずこの超絶合理的で簡潔なところにびっくりしちゃう。ケース、ラグ、ベルトという一連の流れ、この一体感がすごく好きなのね。タンク誕生当時って懐中時計に強引にベルトをつけたみたいな腕時計が多かったんだけど、特にこの部分のデザインがタンクがそういった腕時計と一線を画したところなのね。これが見た目としても特徴的だし、歴史にも思いを馳せられるところが非常に好きなんです。はい。それからデザインに関して最後にもう一つだけ。タンクについて調べる中で、クロノスの広田編集長がすごく面白いことを言ってるのを見つけたので、それを紹介したいと思います。広田編集長がおっしゃってたのが、タンクのケースのサイド、ここの部分って太くなってるよね。一方で上下のところは細くなっている。このケースの太いところと細いところがあるっていうのがデザインに強弱があるっておっしゃっていたんだけど、ここがポイントで、タンクがドレスにもカジュアルにも使えるっていうことらしいのね。これ聞いて私なるほどなぁと思っちゃったんだけど、どういうことかというと、広田編集長はメガネを例に出して説明されていたんだけど、メガネのフレーム、太いとカジュアルに見えるし、一方で細いとドレッシーに見える。これ時計も同じで、太いとスポーティーで細いとドレッシーなのね。そういうルールみたいなものが時計のデザインにもありますと。で、タンクの場合これはケースだけど、太い部分と細い部分が共存している。だからタンクはドレスにもカジュアルにも使えるってことらしいの。タンクってドレッシーな装いにはもちろん、意外とカジュアルな服装でも使えて、しかもしっかり馴染んでいたり、あとは格上げしてくれているんだけど、そこにはこういう理屈があったのかと。いやー、タンクって懐深いなと思っちゃったね。だから思っている以上にタンクって汎用性高いのかなと。
そこもタンクの魅力なのかなと思います。はい。長々とデザインについて語っちゃったけど、この辺にして次に外装についても軽く触れてみたいと思います。これよく言われているんだけど、カルティエの時計って外装のクオリティがめちゃくちゃ高いのね。タンクの場合だとケースに歪みがないなんて言われてます。で、これでなんでかっていうと、カルティエはガチのマニュファクチュールになっていて、2021年時点で5つの拠点に1200人の社員を擁しているんだって。2000年に建てられたラショー・ドフォンの工場が中心になっているんだけど、そうして時計の内製化が進んだ結果、めちゃくちゃクオリティが上がったそうなんだよね。確かにサントス見てもすごく綺麗だし、ブレスレットとか本当によくできている。いろんな記事の影響でそう見えてるだけかもいやいや、そんなことはないですよ。非常に美しい時計だと思います。はい。それからあとはムーブメントにも触れていこうと思います。恥ずかしながらこの動画を作るために調べている途中で気づいたんだけど、タンク類カルティエって機械式の方だけどサイズが2種類あるじゃない？ SM と LM。 乗っているムーブメントが違ったのね。 SM の方がキャリバー 8971MC で、 LM の方はキャリバー 1917MC が使われていて、でキャリバー 8971MC の方はジャガールクルトのキャリバー846ベースのもので、キャリバー 1917MC は自社開発のものなんです。いやー、私はタンク類カルティエってジャガールクルトのイメージだったんだけど、どうやら2018年から自社ムーブメントに変わってたみたいで、じゃあこの2つ何が違うのかっていうところなんだけど、これはスリークチャンネルさんが分かりやすく端的に話しているので、ぜひそちらを見ていただければと思うんだけど、どんなことをおっしゃってたかというと、キャリバー 8971MC の方はジャガールクルトというブランド、あとはカルティエとのつながりみたいなところがあるとか、そういうイメージがあるという点が時計好きに好まれていると。それから機械的なところで言えば、キャリバー 8971MC は高級機に使われるトリオビス型環球芯が採用されているっていうところが違うらしいのね。一方で 1917MC の方は基本設計はジャガールクルトのキャリバー846とほぼ変わっていないそうなんだけど、こっちは点輪が大きくなって携帯精度が高くなっていたり、2番車が中央に行って張り飛びが少なくなっているっていうところが優れているようなの。ただ汎用機に使われるエタクロン型環球芯が採用されているのが気になる人は気にするっていう感じでしたね。まあこの辺は好みの問題もあるし、そもそもケースサイズが違うからこういう違いがありますよっていうことですね。はい。それであとは価格ね。タンク類カルティエがクオーツで160万円、手巻きで184から205万円と、そんな価格帯なのね。これタンクマストと比較しちゃうと、タンクマストの価格がサイズによるんだけど、レザーベルトのモデルでクオーツが51から54万円、両巻きが79万円なんです。ケースの素材が違うとはいえ、ルイカルティエの方はマストと比べて100万円くらい高いんだよね。これはなかなかの金額なので、タンクルイカルティエ気が引けてしまうかもしれないけど、いや待って、気づいちゃったんよね。ジャガールクルトのレベルソクラシックモノフェイスゴールドのモデルなんだけど、タンク類カルティエの SM の元となっているムーブメントキャリバー846使われているんです。で、定価が246万円、タンク類カルティエの方が60万円くらい安いんです。さらにもっと別の有名なブランドまで考えると、例えば似たようなゴールドのドレスウォッチ系統で言えば、ロレックスの1908が371万円、オメガのデビルが295万円、IWC のポルトギーゼが287万円なんだよね。ここまで言えば皆さんもお察しかと思うけど、タンク類カルティエお手頃すぎんだろう。いや高いよ。高いんだけど、他の有名なブランドの時計と比較するとめちゃくちゃ安く感じちゃうんだよね。だから私はここで改めて吠えたいと思います。タンク気に入ったらタンク類カルティエ行ったれ。もうこれよ。ここまで散々喋ってきたけど、タンク類カルティエめちゃくちゃいいっていうか、私は欲しい。これ本気で欲しくなったからね、行ったらいいと思います。はい。で、そうは言っても高いし、あとはゴールドの時計はって方にはタンクマストがおすすめなんです。タンクマスト何がいいかっていうと、一つはデザインがいいってことなんです。先代のエントリーモデルタンクソロっていうのがあったんだけど、ケースが平べったかったのね。
ところがタンクマストが2021年に登場して、これがめちゃくちゃ良かった。タンク類カルティエに似た丸みを帯びたケースで、類カルティエじゃなくてもうこれでいいんじゃないかと思えるモデルになってます。しかもケースがステンレスで、かつソーラームーブメントのモデルもあるってことで、すごく使いやすくなっています。で、特にクォーツってとこなのね。高級クォーツ時計ってなかなか選択肢が少ないから、きれいめのクォーツを探している方には本当にぴったり。なのでその辺を含めてライトに使いたいっていう方はタンクマストがいいのではないかと思います。はい。ということで今回はカルティエのタンク、その中でもタンク類カルティエを中心に紹介してみたけど、私としてはめちゃくちゃいい時計だと思っているので、この動画を見てタンクの魅力を知ってくれた方、欲しいと思ってくれた方が増えてくれたらすごく嬉しいです。はい。それではこの辺で終わりたいと思います。みんなあったかくして寝ろよ。いやー、ちょっとこの動画作っていたらタンク熱冷めやらぬって感じなので、引き続きタンクの余談みたいなことを喋っていきたいんだけど、改めて調べてみて思ったのは、値上がりする前に買っておけばよかったってことなのね。前回の動画でも喋ったけど、時計の値上げがひどいじゃないですか。特に金の価格の上昇ってえぐいのは承知しているので、ゴールド素材の時計ってどんどん買いづらくなっていくと思うんでね。いつかはゴールドをって思っているうちに断念せざるを得ないってことになりかねないので、っていうかもう軽めになってるんだけど、そんな気持ちになっちゃったよね。あとは世間的にはまだまだラグスポが強いですけど、だんだんドレスウォッチに目が行くようになった時に、結構タンク類カルティエありだと思うんだよね。本編で散々喋ったけど、歴史とかデザインとか含めてめちゃくちゃいいので、特に私は SM の方が欲しいなと思って。いやー、やっぱりジャガールコロトのキャリバー846ベースのムーブメント、これが決め手ですね。なんかリアルにレベルス買うよりいいんじゃないかって思っちゃったけれど、いやまあレベルスはレベルスで魅力はあるんだけどね。でも本当に最近アンティークというかヴィンテージというかカルティエの時計の記事をよく見かけるので、ますますカルティエタンク盛り上がってくれるんじゃないかと思います。そんな感じです。それでは。